はい、こんにちは、高野です。今回は2020年6月下旬発売のハイセンスジャパン初の 75V 型の 4K 液晶テレビ 75U8F のレビューです。ハイセンスさんから提供いただきました。ありがとうございます。大きすぎて一人で設置するのは無理だったので、配送業者の方にお願いしました。75U8F は、東芝と共同開発されたネオエンジンプラス2020を搭載したハイエンドクラスの ULED4K 液晶テレビです。 AI テクノロジーによりより美しい映像を視聴できるようになっています。発売当初の価格は23万円前後ぐらいですね。でそれが徐々に下がっていくと思います。 75V 型でこの価格はかなりコスパは高いです。まずは保護シールを剥がします。ハイセンスの商品ってこういう細かいところがしっかりしているイメージがあるんですよね。ハイセンスは設立から50年が経過している中国の電気機器メーカーで、日本法人は2010年に設立、2018年に東芝の映像部門を傘下に入れ、日本でも急成長しています。東芝のレグザエンジン搭載のテレビで有名になりましたよね。僕も最初購入した50インチの 50A6800 はレグザエンジン搭載でコスパが高かったのが購入のポイントになりました。で、この 75U8F に搭載されているネオエンジンプラス2020も東芝との共同開発です。この 75V 型は同じ U8F シリーズの中でもより高級感のあるボディデザインが設計されています。スタンドには高級感と安定感を両立したバタフライスタンドデザインを採用。フレームにはハイライトの美しいエッジが入るように設計され、ディスプレイはノンベゼルデザインです。これなんとベゼルがなくなってます。これによって映像の存在感が際立ち、映像の世界により入り込みやすくなっているそうです。75V 型の大きさはスタンドを含んだ状態で幅が 167.6 センチ、高さが 105.6 センチ、奥行きが 36.7 センチ。これスタンドの幅ですね。テレビ本体の厚さは 8.4 センチ。ちなみに50インチの 50A6800 を前に並べてみたらこんな感じです。初めて50インチ買った時は結構大きいと思ってたんですけど、やっぱ75インチと比べると全然大きさが違いますね。画面が大きいので最低でも 2.5 から3メートルぐらいは離れて見るようにしてます。続いて背面です。左側に電源の入力端子、中央に壁掛け用のネジ穴が4つあります。上部2つには持ち手が付属してますね。転倒防止ベルトもきちんとつけました。他の端子は右側に集中してます。まずは LAN と HDMI 入力4、その下にビデオ入力、その右側に上から BSCS のアンテナ入力、地上デジタルのアンテナ入力、音声出力 USB 入力1、ARC 対応の HDMI 入力1、光デジタル音声出力 HDMI 入力2、HDMI 入力3、録画用のハードディスクを接続する USB 入力2があります。 BSCS の 4K チューナーももちろん内蔵してます。ACAS チップが内蔵されているので BCAS カードは付属してません。電源ボタンは画面中央下にハイセンスのロゴがあるんですが、そのちょっと下あたりにあります。電源ボタンを左右に動かしてチャンネルを切り替えたりすることも可能です。これがリモコンです。全体的にマットな質感でボタンも押し心地が良くて気に入ってます。プラスチックなんでちょっとチープな感じもしますけど、その分軽いので、すごく使いやすいです。あと Netflix や YouTube などの動画配信サービスのボタンを6つ搭載しています。電源オフの状態が長いと、起動がちょっと遅めですね。やっぱり画面が大きいので時間がかかるみたいですね。電
電源オフの時間が短いと起動時間は早くなります。一点気になったのがこの電源オフの時の音の大きさですね。今までのテレビよりもちょっと音が大きかったので、最初はちょっと慣れるまでに時間がかかりました。チャンネル切り替えのスピードは普通ですね。別に速いとも感じませんし、遅いとも感じません。リモコンの2画面ボタンを押すと放送中の番組を左右に並べて表示できます。裏番組をチェックしたいときに重宝しています。これかなり便利です。画面の拡大縮小を3段階で調整できますし、左右の音声の切り替えや左右画面の切り替えもできます。ただですね、これ外部入力同士の表示、録画番組、動画配信サービス視聴中は2画面表示はできません。もう一つ便利なのがこの画面静止機能です。地デジなど放送中の番組も一時停止ボタンで画面を止めることができます。メモを取りたいときに役立てます。番組表もよく使えますね。番組表は4段階で文字サイズを変更できます。細かな文字もはっきり見えてかなり見やすいですね。外付けハードディスクを接続すれば番組表から簡単に録画することができます。2番組同時録画に対応です。実際に使ってみて嬉しかったのがこの録画リストの表示がですね、格段にスピードアップしてたことです。50A6800 の時はちょっと待たされることがあったんですけど、この 75U8F はですね、待たされることなく録画リストがもうほとんど一瞬で表示されるような感じですね。これは非常に快適です。ホームボタンを押すと動画配信サービスのほかアプリ一覧などを確認編集することができます。地上波デジタルは決まった番組を録画して見るぐらいで、あとは Netflix や Amazon プライムなど、動画配信サービスや YouTube を見ることがもうほとんどです。この Netflix も普通にサクサク動いてくれますし、YouTube もですね、こんな感じでこちらもキビキビ動いてくれますので何の問題もありません。Amazon プライムはですね、ちょっと時間がかかるんですよね。ちょっと時間がかかるのと、あとこのインターフェースが、今まで Fire TV Stick を使ってたので、なかなかちょっと慣れなかったので Amazon プライムを見るときは今まで通り Fire TV Stick とかを使うようにしてます。こっちの方が表示はやっぱり早いですね。動作も結構サクサクです。ハイセンスの 4K テレビには4つのグレードがあって、上から 4K 有機 EL、4K ULED 液晶、4K スマート液晶、4K 液晶、この4つのグレードに分かれています。で、この 75U8F は上から2番目のネオエンジンプラス2020を搭載したハイエンドクラスの 4K ULED 液晶テレビです。これまで使ってたスマート液晶も特に文句のない画質だったのに、この ULED はさらに上を行ってます。これマジで綺麗です。地デジを 4K 画質にアップコンバートしたり、 AI の超解像度処理でよりノイズの少ない高画質を楽しめます。さすがにバラエティや報道番組で低画質の素材を使っている場合は、限界がありますけど、画質にこだわって撮影されているドラマとかですね、そういうのを見ると映像の美しさにうっとりすることが増えました。Netflix や Amazon プライムビデオで海外ドラマや映画を見るときは HD 画質でもかなり綺麗に映りますし、 4K 画質ならもう文句のつけようがないほど綺麗です。あと圧倒的だったのがやっぱりこの画面の大きさですね。テレビに映ってる人が実物の何倍も大きいというのはやっぱり不思議な感覚がします。ただ、これが慣れてくるとすごくいいです。
映画館なんか行くと、人から何から全部でっかいんですけど、この 75V 型はそれと似たような感覚を味わえます。ただ、使い始めた当初は映像設定が自動になってたので、すごく画面が明るすぎてですね、目がチカチカしました。設定をいろいろいじって、今はスタンダードでバックライトは50ぐらいに設定してます。これで1週間ほど使ってますが、もう全然目が疲れなくなりました。ここは問題なしです。視野角も斜めから見てもほとんど白くなりませんし、これまで使ってた 50A6800 や 65S6E はですね、背景が真っ白だと、画面の四隅が暗くなってたんですが、この 75U8F はですね、そういうことが全くありません。スピーカーは本体下部に下向きに設置されてます。テレビ台に跳ね返ってくるのでなかなか聞き取りやすいです。普通にいい音でした。特に気になることは何もありません。自宅に届いた時は75インチの大きさに圧倒されましたが、大きさには 2,3 日で慣れました。地デジも綺麗ですが、Netflix や Amazon プライムビデオの 4K 画質はこれまで経験したことがないほど綺麗です。さらに 75V 型という大画面なので、まるで映画館かのような没入感を味わえます。海外ドラマや映画を見るのがさらに楽しみになりました。あと低遅延とフレーム保管処理でゲームも滑らかです。これで PS5 をプレイするのが本当楽しみ。75V 型はでかすぎるかなと思いましたが、映像をさらにいい画質、大画面で楽しみたいなら間違いないモデルです。この動画で紹介できなかった点についてはブログでもまとめてます。公開したら概要欄に掲載しますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったら高評価と、あとこれからこの 75U8F をですね、このテレビ背面の壁に壁掛けする予定です。その様子をまた動画にしようと思ってますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。